アクション6の方でこういう感じで出てくるのではないかというようなですね、予想がですねいろいろと見受けられたんですけれども、ヒーロー14ブラックの方が発売するのかなしないのかなと思っていたらしなかったものですから、オズモアクション4を使いまして撮影していこうかなと思っていたんですが、狐を映しながらですねお話の方をしていこうかなと思いますね。はい、皆様こんにちは。本日はですね11月の12日の撮影日になるんですけれども、この動画がですね YouTube の方にアップされた日というのは多分予定ではですね11月の18日の予定になっているんですけれども、11月の18日というとですね、皆様、ご存知 DJI オズモアクション6プロになるのかなというのがですね多分発売になるであろうと思われる日なんですよね。日本時間では21時に公式サイトの方が更新されて詳しい、状況がですね確認できると思うんですけれども、いろいろですね確認してみますと、アクション6の方で、例によってですねこういう感じで、出てくるのではないかというようなですね予想がですねいろいろと見受けられたんですけれども、実際にですね出てくるスペックの方ですとか、あとはレビュアーさんなんかがですね YouTube などにサンプルの動画の方をアップしてくれるであろうと思われますので、それをですね楽しみにしたいなと思っておりますけれども、どうなんでしょうね、どんな感じで出てくるんでしょうね。オズモ360のセンサーの方をですね使いまして、出てくるのかなというような気もしなくもないですし、どんな感じで発売されるのかなというところをですね皆さんのレビュー動画の方で確認してみたいと思って今からワクワクしているんですけれども、今からワクワクというのがですね本日が11月の12日撮影日になりますのであと、6日ほどですねありますから、その期間をワクワクしながらいろいろとこんな機種になるのかな、こういうスペックになるのかなというところをですね妄想しながら過ごしたいと思いますけれども今年はですね GoPro の方がヒーロー14ブラックの方が発売するのかなしないのかなと思っていたらしなかったものですから、そして出てきた商品というのがですね GoPro ヒーローのブラッシュアップといいますかモデルチェンジといいますか、ただ単純にですね LED のライトの方が点灯するようになりましたよという商品と、あとはジンバルだったかな、あれノイズリダクション機能入ってると思って喋ってましたけど入っていなかったので、ちょっとワイヤレスマイクのノイズリダクション機能の方を入れたので、ちょっと音声の方少し変わってしまったかもしれませんが、気にせずご覧いただければと思います。で、あと、GoPro の方がですね、その GoPro Hero の、LED が搭載された機種以外にジンバルの方がですね、随分と昔に、GoPro の方でジンバル出してましたけども、もう廃盤品になってしまってですね、久しいんですけれども、それがですね、復活したと言いますか、なかなか良さそうな感じではあるんですけれども、現在はですねインキーファルコンプラスという汎用のジンバルの方を使って撮影の方をしておりますけれども、このようにしてですねいろいろなカメラが使える汎用品の方
が私は好みといえば好みなんですね。本当はですね、今回の動画、DJI のお話をしようと思っておりましたので、Osmo Action 4を使いまして撮影していこうかなと思っていたんですが、ちょっとバランスが悪くてですね、ブイーンとモーターの方に負荷がかかってしまって、うまいこと撮影できなかったものですから、現在カメラの方は GoPro Hero 6、古いカメラの方を使って撮影の方をしておりますけれども、これはこれでですね、私はお気に入りなのでいいんですけれども、Osmo Action 6のですね、情報の方が、かなり有力なものとかもあるんですけれども、この動画がアップされる時にはですね、すでにキツネがいます。ちょこんと座って逃げないので、そこそこ人慣れしているのかなという気はしますけども、私が喋っているのでこっちの様子を伺っているような感じでしょうかね。冬毛になっているのでちょっとモコモコしてますね。見えるかどうか分かりませんけれども、狐を映しながらですね、お話の方をしていこうかなと思いますね。あれ、どこまで話しましたっけもう何やらすっかりですね、狐の方を見ておりまして、出かけるとですね、結構野生動物に会う機会が多いんですよね。キツネでしたり、エゾリスでしたり、あと鹿ですとか多かったりしますね。先ほどはキツネさん、こちらの川の方に向かって移動してしまいましたので、ちょっともう見えないんですけれども、動物といえばですねなんて言うんでしょう、クマですね。今いろいろと日本中ですね、話題になっております。各地で出現しているということで、テレビの方でもですね、結構頻繁に話題の方が上がったりとかするんですけれども、実はですね、ここの川の方で熊の目撃情報の方があったらしいんですよね。私がですね、自転車の方で通りました翌日だったかなに熊の目撃情報の方がありまして、もうニアミスだったなと思いましたが、でそれから数日経ってですね、熊の方が多分川を下っていってですね、下っていきますと、これ札幌市の中心部の方、中央区の方に寄せて川が流れていたりするんですけれども、その川からですね、熊の方が上がってきまして、熊の目撃情報があって、でその後ですね、多分なんですけれども、あちらの奥の方に見えます山ですとかの方に入っていったのではないかなと。で山の方をずいっとですね移動して、そうすると移動範囲がかなり広くなるんですけども、ちょこちょこと私の方も足を運んでおります丸山公園に、隣にあります丸山動物園、その場所にですね、なんと熊の方が出現したという話もありますので、いろいろとですね、随分と移動しているなと。全然アクションカメラと関係のないお話ばかりしているんですけれども、というのもですね、もう私がこの動画をアップする予定が11月の18日、その
アクション6であろうと思われるものが、公表される日にちになりますので、私が今ここでなんやかんやとお話ししてもしょうがないなというふうに思うんですけれども、ということで、全然ですね関係のないお話の方をしていこうかなと。実はですね、ちょろちょろと気づいていらっしゃるお方もいるかもしれませんが、このようにですね、雪の方がちょこっと今映っていると思うんですけど、その雪がですね、結構先週だったかな、20センチぐらいですね、朝起きたら積もってたんですよね。これはここまで降られたらもうしっかりと除雪しなきゃダメだと思いまして、今年初めてですね除雪の方を行ったんですけれども、さすがにですね、もしかしたら今年は早く根雪になってしまうのかなというふうに思いましたけれども、なんやかんやでですね、3日か4日ぐらいかけて全部溶けたんですよね。でその後、雪がまた降ったり溶けたりの一進一退を現在繰り返している状態なんですよね。で今回ここに来たというのはですね、いつもですねこちらのサイクリングロードの方を使いまして、自転車を使って札幌市内大きく移動したりするんですけれども、でこの場所がですね積雪具合どうなっているのかなと思いましたけれども、先ほど自転車乗られていらっしゃる方もいましたので、全然問題ないかなと。できればですね、家に帰ってですね、準備をして撮影に来たいなというふうには思うんですが、ちょっと今日は無理かな。ただ今日ぐらいらしいんですよね、しっかりとこのように晴れている日が。残念といえば残念なんですけれども、ですからしっかりとですねちょっと撮影の方していこうかなと。もしかしたらですね、あと 2,3 回動画の方をアップいたしましたら、もうしっかりと雪が積もった積雪2メートルになってますっていう状態の動画になっちゃうかもしれませんけれども、そんなわけでして、これからですねまたカメラの方を交換いたしまして、お散歩動画の方を続けていこうかなというふうに思います。というわけで話の方がですねだいぶとっちらかってしまいましたけれども、この辺で終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。